アニメ化。時は第一次ネオジオン構想終結後、この時代に突如現れた銀の弾丸の名を意味する機体。その誕生の裏には意外な機体の存在と大きな悲劇が関わっていた。シルガバレト、型式番号 ARX014。 漫画「機動戦士ガンダムユニコーンバンデシネ」が初出で、その後メカニックデザイン企画ユニコーンモビルスーツバリエーションに分類された機体。ハマーン・カーン率いるネオジオンの内乱を走り抜けた破壊祭りの権化ドーベンウルフ。この時代最大級の武装数を誇り、一般兵でも使えるサイコミ兵装である純サイコミを導入。その攻撃端末であるインコムを通して疑似的にニュータイプ専用機のような戦い方を可能にしたこの機体は、初期の設定案から激しい変更を繰り返してきた機体でもあった。そして宇宙世紀0092、新たに作り出されたドーベンウルフを継ぐ機体もまた非常に特殊な経緯で生まれた機体であったという。それが用意された悲劇に抗い奇跡の弾丸を打ち込むことになる機体シルガバレトである。本機は第一次ネオジオン構想後に地球連邦軍が鹵獲したドーベンウルフを数機使ってアナハイムエレクトロニクスに回収を依頼した機体で、インコムを開発したオーガスタ研究所のスタッフも解析と改良に携わり、全体性能と純サイコミを進歩させた機体に仕上げられている。全身のカラーリングは OVA ガンダムイボルブ+/10の白いドーベンウルフがモチーフ。ベース機の腹部のジェネレーター直結型のメガ粒子砲を取り外し、装甲を最新のガンダリウム合金に更新して軽量化、余剰エネルギーを推進機関に回すことで高い機動性と安定した稼働を両立したものになっている。また頭部は2種類存在しており、純サイコミのシステム解析用として測定センサーを強化したジムヘッド、もう一つは純サイコミ兵装のテスト用として作られたガンダムヘッドがある。そしてシルガバレトには3タイプが存在している。一つは初めてシルガバレトという機体として初出のバンデシネでデビューした先ほどまでの仕様インコムユニットを装備したもので、頭部は2種類とも使われている。次にファンネル装備型。こちらはゲーム「機動戦士ガンダムユニコーン」のダウンロードコンテンツに初登場したもので、リガ髄のものを意識したカラーリングと背部に有線式大型ファンネルを装備。頭部はおそらくガンダムヘッドのみである。このファンネル試験型は連邦軍のサイコミ搭載機の開発に重要な役割を果たしており、そのデータがガンダムデルタ界のプロトフィンファンネルをはじめ、ニューガンダムのフィンファンネルやナラティブガンダム B 装備の有線式遠隔攻撃端末に受け継がれている。最後の3つ目はガエルちゃん仕様。この仕様はアニメ版「機動戦士ガンダムユニコーン」に登場したもので、リスト艇のガーディアンとして使われたものである。基本的な装備はインコムユニット装備仕様とほとんど変わらないものの、カラーリングは通常のグレーとは異なるカスタム仕様で、頭部はよりガンダムらしいものが付けられている。ここに映っているバトーペ2番はこのガエルちゃんの仕様である。ちなみに本機のようなインコムとファンネルの2つの武装を持つ機体といえば、他に量産型ニューガンダムが存在しているのだが、実は最初ガンダムユニコーンシリーズに登場するのは本機ではなくこの機体の予定だったのである。本来なら固定ファンもいて人気もある量産型ニューガンダムの登場は素晴らしい話であるように感じるのだが、問題はガンダムユニコーンにおけるポジション。おそらくこの時点で過酷な運命になることが確定しており、安易にそんな目に合わせられないということもあってか、メカニックデザイナーの加時はじめ氏からの反対があり、登場案はお蔵入りとなっていたのである。そうして代替案として本機が作られることになったらしい。また本機の出自は先ほどの通りガンダムダブルゼータの舞台である。第一次ネオジオン構想の後に鹵獲されたドーベンウルフをアナハイムエレクトロニクスで回収したというものであったのだが、昨今では漫画「機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーション R ジョニー・ライデン」の期間にて
ドーベンウルフの設計を含めたネオジオン機のデータがガンダムダブルゼータの時代の時点でアナハイムに裏取引で引き渡されたという説が登場している。この説をベースに考えると、アナハイムは鹵獲したものを解析ではなく、最初から持っていたデータを使って本機を作っていたということになりそうである。ダブルゼータガンダムやネールアーガマをユーゴに提供する裏でこんなことをやっているあたり、さすが腹黒企業アナハイムといったところである。武装に関してはベース機のものを改良した多彩なものを備えており、頭部にはドーベンウルフの倍の口径にした上で連射性能まで上げた 60mm バルカン砲が2門、大腿部に2機が格納されているビームサーベルや連邦の量産機であるジェガンと同様のビームライフル、ジェネレーター直結型のビームキャノンに加え、背面のバインダーの左右にあるミサイルランチャー、両脇にある隠しランチャー、そして両前腕部につけられた優先式ハンドはベース機と同様にオールレンジ攻撃が可能で、多方向から敵機を攻撃できることはもちろん、敵機を捉えその際に高圧電流を流したりビームを撃ったりビームサーベルを持ったまま飛ばすといった強気持ちロケットパンチのような使い方もできるため、その脅威は健在である。また本機のインコムには改良が加えられており、装弾数の増加に加えて収納後の再チャージの時間まで短くなっているため、より扱いやすい武装に進化している。さらに本機のシールドはジェガン用のシールドにドーベンウルフのビームランチャーをショートバレル化したものをガッチャンコもとい合体させた魔改造品になっている。敵の攻撃を防ぐだけではなく、内蔵された2連装ミサイルランチャーやビームランチャーという実弾ビームの両方を撃てる万能武装にもなっており、ビームランチャーは射撃時に重心が伸びるため長距離狙撃にも対応できるといった至れり尽くせりな一品である。ちなみにファンネル試験型の持つ優先式大型ファンネルは主にインコムと同じように制御を行うものであるが、形状が後のフィンファンネルと同様の開放型バレルを採用したものであるため、一発の火力は非常に高いものになっている。そして本機はテスト運用後にビスト財団に引き渡されたらしく、初出の媒体であるバンデシネでは序盤にユニコーンガンダムの稼働実験における仮想敵機として登場し、ユニコーンガンダムのテストパイロットに対する嫉妬もあって、3機の本機がリンチに近い白兵戦攻撃を仕掛けるというかませ犬的なデビューを果たしている。しかしこの手のポジションは大抵死亡フラグであり、ユニコーンガンダムの疑似 NTD が発動して暴走したことで形勢は一気に転落、リーダー格のガンダムヘッド型が大破し、残りの本機も全滅。生き残ったのは本機のパイロットのうちの一人だけであったなど、凄惨な初登場であった。しかしその後の媒体では流れが変わり、もう一つのファンネル装備型はゲーム版ガンダムユニコーンのエピソードや外伝漫画モビルスーツバリエーションくさびにて少し時を遡った宇宙世紀 0092 に連邦でテスト運用されていたことが語られており、ネオジオン残党を実験台にした戦いを展開、まさかの一機で戦艦ごと全滅させるなど圧倒的な戦闘力を見せつけている。さらにアニメ版ガンダムユニコーンに登場したガエルちゃんの使用は物語終盤に超巨大宇宙戦艦でもあるメガラニカのビスト邸を訪れたバナージリンクスがユニコーンガンダムに乗り込むまでの時間を稼ぐために出撃。フルフロンタルが狩るネオジオングと正面から対峙し、各種武装を駆使して奮戦するが圧倒的な戦力にかなわず撃破される。しかし目的であった時間稼ぎは成功し、ガエルも生存している。ちなみに小説版の時点では本機の設定はまだ存在していなかったため、ガエルはアイザックに乗っていたりする。こうしてさまざまな媒体で異なる姿を見せてきた本機であるが、ドーベンウルフの血を受け継ぎ銀の弾丸となった本機の終着点はある男の手に委ねられていた。シルババレトサプレッサー、型式番号 ARX014S、 劇場版アニメ機動戦士ガンダムナラティブに登場。かつてのユニコーンガンダムのパイロットである
バナージリンクスが登場する機体で、もともとメガラニカ内に保管されていたシルババレットを回収した機体である。武装は頭部60ミリバルカンやビームサーベル、両肩につけられたビームキャノンやグレネードランチャーなどかなり総数は減っている。しかし決して火力が低くなったというわけではなく、この時代のビームライフル4発分の火力を持ち、反動も半端ではないビーム兵器である。ビームマグナムという武装を無理やり装備しているため、サプレッサーはむしろ火力が爆上げされている。普通なら一発撃てば腕が再起不能になるコースだが、本機はこのビームマグナムを扱えるようにするために、背面に交換用の右腕を4つ背負っている。この機構は今は亡きガンダムオンラインがかなり再現しているが、撃った瞬間に使えなくなった腕を腰部のクレーンを使って背面の腕と交換し、2発目を撃てるようにするという、他のロボットアニメでもありそうでない斬新すぎる機体になっている。そして劇中ではそれほど多くの活躍はなかったものの、ビームマグナムの一撃でセカンドネオジオングの腕部を貫き、窮地に陥ったナラティブガンダムのコアファイターを助けるといった銀の弾丸の名にふさわしい活躍を見せている。こうしてかつては連邦のガンダム、続いてネオジオンの狼から銀の弾丸へと至った本機の系譜は、最初こそひどい役回りであったが、さまざまな媒体に登場する中で最後は名前通りの存在へと変わっていったのであった。ちなみに本機のベース機であるドーベンウルフについては前の動画で詳しく解説しておりますので、よろしければそちらをご覧ください。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。